こんばんは。コメントが見れない。今はちょっと待って、どうなってんだ。したこんばんは。今日は朝から雨が降って少し寒いぐらいだったんですけど、今になってちょっとムシムシしてきましたね。雨が夕方ぐらいから雨が止んじゃって、でもう晴れてきたのかな。ムシムシしてます。ちょっとね、昼間雨降るんだったらね、夜も雨降り続けてくれればいいのにと思うんですけど、このね、夜になってね、晴れ出すと本当にムシムシしちゃうから、勘弁してほしい。エアコン使わないでいい日がね、昼間は晴れててもいいから、夜雨降っててくれると嬉しいんだけどなって思いますね。でもちょっとね、風が強かったんでちょっとビクビクはしましたね。この間タポチョの山の上の方行ったけど、あんな風にね、豪邸だったけど、豪邸だからあんまり平気なのかな。でもこう山のちょうど上になってたから、豪邸たちは下からこう風が吹きさらしでこう来るんじゃないかななんて思うんだけど、平気なのかな。いやちょっとね、うちもちょっと高台にあるんで、やっぱりねビビりますね。ちょっと怖いなって、風とかは怖いなって思うんですけど、台風とかにはならなければ、もう台風2号ぐらいになってますよね。今年は少ない方なのかな。まだ今2号でしょ。そうでもないか、今2号ぐらいか、普通でもコメントが全く見れてなかった。ごめんなさい。ナベルさんこんばんは。まるまるもりもりさんお久しぶりです。こんばんは。まるもりさんでいいですかね。すいません。なんかね、今ちょっと前にマリアナスバラエティを見たら、職員に対する主張しちゃダメみたいな、学校かなこれ、教育長官が出張禁止命令を出したみたいね。 CNMI 外への、なんだこれ、公立学校の先生やスタッフ全員に向けて出張はもうやめましょうっていうね、お触れを出したみたいなんですよ。で、何人いるのか分かんないけど、700人ぐらいが約700人ぐらいが学校職員とか管理部門とかで働いてるって言われてる
らしいんだけど、出張費はその中の何十万ドルくらいらしいんだけど、この部門で学校とかでお金が使われてるのがまだ2022年しか報告がされてないんだけど、23年24年は書類がまだ出てないっていう意味なんだけど、22年で150億ぐらい使われてるところなんだって。すごいね、教育だから仕方ないのかもしれないんだけどね。そこの、何十万ドルぐらいがセーブしましょうなんて言ってお触れが出たみたいですね。やっぱりね、財政なんだからこういうとこ削っていかなきゃいけないんでしょうね。ちょっと待って、なんか大雨と洪水のため木曜夜の解放記念日の祝賀行事が中止になった。木曜日っていつ？今日だよね。今日なんか祝賀イベントかなんかがあったみたいで、大雨と洪水のためだって。大雨？どこが大雨だったのか全く分かんないんだけど、うちは大雨じゃなかったけどな。なんか洪水って書いてあるけど、洪水のため中止になった。お祭りの参加者に危険が及ぶ可能性があることを考慮してこの処置を講じたって書いてあるけど、どこでお祭りがあったのかな。全然お祭りの予定があったみたいですね、今日ね。全然知らなかったけど、なんか中止になったみたいです。しかも大雨と洪水って書いてあるんだけどどの辺が大雨で洪水だったのかちょっとよくわかんないですね。うちなんかはそんな、朝から夕方ぐらいまでは降ってたけど、テラス水で埋まってんのかな。ちょっと見てないんでわからないけど、水で埋まってるって本当？ちょっと見てこよう。ちょっと待っててくださいね。ちょっとお待ちください。ちょっと見てこよう。
あ、お待たせしました。すいません。お待たせしました。うちはちょっとね、テラスにちょっとね、ゴミがうさうさってあるから、その辺がちょっと水が溜まってたぐらいで、そんなでもなかったですね。ナバルさん、サイパン洪水なんかあって、洪水って今ね、だからこの新聞見て気づいたんで、そんな大雨降ったっていう感じではなかったんだけど、涼しいなとは思ってたんですけど、大雨っていうほど大雨じゃなかったと思うんですけどね。まるまるもりもりさん、確認した方が良いですよねって、確認してきました。そんなに降ってませんでしたね。そんなに水溜まってなかったんで、だから多分フィッシングベースとかお祭りとかって、フィッシングベースとかなんだっけ、アメリカンメモリアルパークのあそこのとこでやるから、舌がぬかるんじゃうからかな。多分そんな感じだから中止にしたんだと思うんですけど、今日何のお祭りがあるんだったんだかも知らなかったんでね、何のお祭りだったんだろう。今日まだ7月じゃないしね、6月だもんね。ちょっとわかんないんですけど、なんかお祭りがあったみたいなんですけど、中止になったようですね。なるさん、こんばんは。お久しぶりです。お久しぶりです。ちょっと待ってね。新聞がなんか更新されてて、その学校関係者に出張行くなっていうのと、そのお祭りの構図、あら消えた、やばい、大丈夫、消えてない、よし、消えてないこれをいじっちゃダメなんだけど、洪水があったみたいなこと書いてあったんで、ちょっと今ね、外に見に行ってきましたね。ごめんなさい。これをこうしないと、これいじっちゃダメなんだよね。なんかね、なるさん、洪水ってなんか洪水の新聞が出てたんですけどね。で、うちは見たらそんなに雨降った感じではない。ちょっと排水溝のとこにゴミがちょっと溜まってて、そこが水になってるぐらいで、そんな大雨っていうほど大雨だったのかなって感じ。大雨って書いてあるけど、ヘビーレイニー。涼しいのはね、涼しかったんですよ。昼間寒いぐらいにちょっとなってたんですけど、全然今は寒くもないし、どっちかっていうとね、もう晴れ始めてるからムシムシし始めたかなっていう感じですね。今日はね、今日もか、ちょっと待ってね、どこ行った、これか。こんな時間にね、
新聞が更新されてるなんてちょっとびっくりした。洪水と大雨と洪水のため解放記念行事か、お祭りではないのかな、記念行事でもフェスティバルって書いてあるな。中止になったことを皆さんにお知らせしますって書いてあるんで、なんかお祭りがあったみたいですね、今日予定が。あったみたいだけど中止になったっていうことですね。今日はね、カジノのこと進展があったのかと思ったらそんな進展じゃないんだけど、進展っていうわけじゃないんだよね。なんかね、なんでなのかわかんないんだよね。元カジノの人がもうちょっと時間を延期するようって言ってるみたいなんだけど、裁判よ、ちょっと待ってね、どこだっけ、これか。ちょっと待ってね。少々お待ちを。だなんかね、 IPI が裁判所にもう少し時間をくださいってお願いしてるって書いてあるんだけど、意味が分かんないんだよね。なんで早く売った方がいい、売るって決めたのに売らないのって感じで、ちょっと意味がよく分かんなくなってきましたね。この間動画で書いたんですけど、動画でアップしてあるんですけど、このカジノ問題なんかね、もともとの会社がずっとカジノをね、ずっとでもないけど何年かカジノをサイパンでやってた会社があって、その会社が2020年かに営業をストップして、コロナの影響でストップして、でその後やってなかったのかはちょっとよく分かってないんだけど、2024年に借金が165億円以上になっちゃって、破産申請を出したんだよね。でこの間の状態だと裁判所から土地のリースの保険、土地に関するリースされてる土地に関する保険が切れてるじゃんってことで、6月19日かこの間、そこの日までにちゃんと保険入ってなければ3種類取り消すよっていう警告を出したんだよね。そしたらギリギリでその元の会社が保険を入れてきたの。そんで検問ですごい金額なんだね。$29,000で、新しいカジノの人が2025年の今年の2月ぐらいにそのカジノの資産を
129え129億129っていう数字だけ覚えてんだよな。違ったかな。まあ落札したのね、そこが落札して、でもまだ本契約ではなかったんだけど、仮契約みたいなことで進んでたはずなので、この新しいカジノさんは30億円ぐらいはもう払ってるらしいんだよね。それなのになんで、どこが止めてるんだろうって感じなんだけど、なんで IPI っていう元の会社がこれちょっと待ってくださいって言ったのかが意味がわからない。もうなんかまた黒い影が出てくるのかしらっていう感じもなきにしもあらずだよね。なんかどこが止めてるのかよくわからないんだよね。ちょっとなんかマリアナバラエティの記事が出てきちゃった。ちょっと待ってね。消しといてちょっと聞いてみよう。なぜ IPI は裁判を止めるの？ちょっと待ってくださいって言ったのかね。マリさんカジノやらないのかなって。ねえ、よくわかんない状態だよね。裁判所がなんで保険も払ったのに保険も更新したでしょ。で新しいカジノの会社さんは225万ドルを払ってんだって。もうサイパンにとりあえずそのオークションに払ってるっていうことだから、ちょっと待ってくださいの意味は、この破産申請をこのまま継続させてくださいっていう意味なんだね。裁判所からは打ち切るよって言われてて延期をお願いしたって。なんで終わらせないのかが意味が分かんないんだけどね。もう分かりましたよって、じゃあ売るんだよねっていうことになぜならないかっていうのがちょっとね変っていうか、どうするみんなだったら。だって新しいカジノ屋さんは225万ドルはとりあえず頭金として入れてるんだけど、土地のリース権をまだ DPL っていうところがサインをくれないんだよね、政府がね。それで裁判所も新しいカジノさんが全額払ったらみたいな感じ。これ払ったら裁判を終わらせます。このチャプター11破産契約破産にこの裁判を終わらせますよっていうことを債権 OK っていう感じで
ちょっとよくわかんないねこれね。金払えと裁判所が直接言ってるわけじゃないけど、全部完了してから来いみたいな感じで言ってるし、元のカジノ屋さんに。だからそれって新しい契約者が払ってからっていう意味にも聞こえるじゃない。だけど払えないよね普通に。新しいカジノ屋さんは何のあれもないんだもんさ。これもしここで裁判所がチャプター11って11っていうのと7っていうのがあって、7だと破産して同じような破産っていう項目なんだけど、7にしちゃうと今度清算人っていう人がこの財産をさっさとどっかに売り渡す人ね、がいるらしいんだけど、その人がちょっとおかしいよねこれ。ちょっと待ってねちょっとおかしいねこれね。ちょっと待ってね。なんで裁判所がこのチャプター11っていうのに、11っていうのと11っていうのは再建できる形の、だから元のカジノ屋さんが高値で一応オークションの値段で売れるっていうことだよね。でチャプター7っていうのにしちゃうと裁判所がもうはい破産、あなたはもう手をつけられませんよってこっちで処分しますよみたいな形になっちゃうから、めちゃくちゃ叩かれる可能性もあるし、変に考えれば変に考えることもできるよね。なんで裁判所がイエスを言わないのか。だってもう新しいカジノ屋さんが買うっていうことは知ってるでしょ。でお金はまだ全額は届いてないけど、頭金225万ドルは届いてるわけだけど、 TPL のサインもまだ政府のサインがまだで、完全に契約が成立していない。だからこの段階でチャプター11を正式に進めるのは時期尚早っていうことを言ってるってことは、新しい会社さんに払えって言ってるのと同じような感じだよね。裁判所は過去に何度も元のカジノ屋さんに対して保険の未更新、従業員給料未払い、来週には払うって言い続けて払わなかったとか、そういう証明書類の遅れとか、そういうトラブルが何度も経験してきたから、何度もすぐ払うすぐ送るって言ってるけど、また先延ばしされるだけじゃないのって思ってるって言っても、思ってると思ってても、実際はもう元のカジノの会社はお支払いじゃないや、保険のお支払いはしたんだし、何がダメなんだろう。何がダメで進まないんだろう。新しい会社さんも頭金は入れてるし、
何が嫌で進まないのかがさっぱりわかんない。これですね、カジノのホテル。窓ない、窓ある？窓ついてるようにも見える。あの辺の窓なかったんだけどな。ホテルの窓なかったんだけど、あるね、今。画面で見ると、画像で見ると、動画で見ると、ちょこちょこと窓ついたりしてるのかな。ちょっと前まで窓なかった気がするんだけど、ホテルの窓入ってなかった気がするんだけど、入ってるね。なんか入ってないところもあるか。入ってないところもあるね。なんで今認めないんだろう。契約が完全に成立していない、もともとのカジノの信用が過去に何度も裏切られてる、また待たされる未来が見えてる。本当に揃ってから判断したいって。やっぱり新しい会社さんが払わなきゃ進まないよって裁判所は言ってる感じなんだけど、新しい会社さんからしたらそんな裁判に全額先に払えるわけないじゃんねって私だったら思うね。土地のサインも出てないのに。でもしかしたらこのチャプター11っていうので進められちゃったとしてもだよね。しても本契約にはなってないから、もうよくわかんない。どこが止めてんのこれ。裁判所も2025年の4月に正式にその売却承認してるんだよね。承認しているのにもかかわらず止めてる。条件付きでの売却成立、条件、資金金額の支払いと DPL のリース譲渡が完了することが裁判所の条件らしいんだけど、 DPL って政府のね、土地の管理人、そこがサイン全然しないんだもん。これ進まないじゃんね。やっぱり今チャプター11を認めちゃうと、今度元々の会社さん、元々のカジノさんが結局自由に動けるようになっちゃって、だから DPL が先にサインしなきゃダメなんじゃないのと思うんだけど、今のまま裁判所が OK って言っちゃうと、元々の会社さんが自由に今度逆に契約をキングさんと仮契約してたとしても、まだ逆に他の人に売ることもできちゃうっていうことになっちゃうんだよね。このまんまだと DPL がサインをキングさんにしないとっていうことだよな。だからこのまんまチャプター11を OK しちゃうと、裁判所が OK しちゃうと、もともとのカジノさんがどっか行っちゃう可能性もなきにしもあらずだから、 DPL が今やっぱりサインしなきゃダメなんじゃないのかな。サインしないと新しいカジノ屋さんはもちろんお金は払えないでしょ。お金払っちゃったらだって置き去りになっちゃう可能性があるよね。この今の状態でもう裁判所が OK を出しちゃうと
置き去りになっちゃう可能性があるってことだよな、多分。だからやらなきゃなんないのはやっぱ DPL のサインが先なんじゃないのこれ。違うの？なんでやらないんだろう政府は。もしかしてだってもしかしたらっていうことも裏を考えちゃうよね。こんなんで政府はサインをしないのか。もしかしたらこれ裁判所がしびれを切らしてチャプター11っていうのじゃなくて生産人が勝手に生産できるチャプター7に持っていくことによってもう新しいあそこを買う人がいてそこに安く自分の方の利権のためにそっちに持っていくって可能性もなきにしもあらずだよねこれね。黒いそうするとキングさんが損しちゃう。どちらにしても DPL がサインしなければキングさんは損しちゃう。だってもう225万ドルも支払っててそれが銀行じゃなくてそれ支払ってんのに金利つくのかな。金利つかないよね。大損だよね。225万ドルの金利もつけないまま預けてあるっていうのはとにかく政府の DPL がサインをしなければことは進まないってことだよねこれ一つも。という意味になるな。という意味になると思うんだけどまあ素人考えなんでよくは分からないけどそういうことだよね。とにかく DPL の人が何も動かなければ政府が動かなければ誰も動けないっていう状態でこれで裁判所がじゃあもうやめたってことになっちゃったら新しいカジノ屋さんが損するっていうことと置き去りになっちゃうよね。宙ぶらりになっちゃうっていうこととあとはもしかしたらだから新しいカジノ屋さんがそんで宙ぶらりんにされちゃってもうやんないよの前にチャプター7になっちゃったらもっと安いところにでも勝手に売れちゃうっていうことだもんね。売っちゃって売却しちゃってっていうことが政府ができちゃうっていうことだよ。なんでこんなことをしてんのかなサイパンって。ストーリーさんこんばんは。いつもありがとうございます。なんでこんなことをしてんのかちょっとわかんないですね。マニャガハトにしかり本当にわかんないです。どんどんいろんなところが腐ってっちゃう。ホテルも腐っちゃうよねあのまんまじゃ。窓開いてるとこやっぱあるから映像で見るとこんな雨風でねどんどんダメになっちゃうしね
どん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 ね、マニャガハ島だってどん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 腐ってる感じだしね、いろんなとこがダメになってっちゃうよね。マリアナリゾートも空のままでダメになっちゃうかもしんないしね。ストーリーさん、カジノいいね。カジノ好きですか？カジノね、一応一発逆転みたいなね、あれだったけど、まあ一個に対して一つのライセンスしかないっていうのがまず失敗だよね。もう利権でぐちゃぐちゃだったんだろうけど、昔のような過ちはしないって知事がこの間も言ってたけど、昔のような過ち新しいこともやってくんないしね。ちゃんと私の事件だって何にも進めてくれないしね。何にも進まない状態だからね。なんて言うんだっけあれ、何にも本当に進まない状態でいるから、何にも政府は変わってないと思われるっていう感じになってきたよね。ちょっと前までは期待できるかなと思ってたんだけど、なんかね、警察の動きも AG オフィスだって何の連絡もなくなったからね。またちょっと待ってって、1週間ちょっと待ってくださいって言って、5、6もう2ヶ月経つからね、2ヶ月待ってくださいって言われてないからね。1週間待ってくれって言ってずっと待ってるけど連絡全くなし。 AG オフィスって司法ね、サイパンの日本で言ったら検察とか検事とかそういうところなんだよね。一切連絡ないよ。それ去年の強盗の話ね。去年の本当に去年の1月の話をいまだに何にも動いてくれてないから、ちょっとね困ってますね本当に。どうなってるのかよくわからないね。本当に。ちょっと待ってね、喉乾いた。喉が少々待って。
せん。でもいろんなとこがどんどん腐っていっちゃうよね、このまんまじゃね、本当に。家事もやらないのかねっていうのがわかんないな。ストーリーさん、サイパンは働きに行くには良いところですか？2、3ヶ月とか1年とか働くにはいいんじゃないかな。1年とか、そう短期で働く、でも短期で雇うとこも難しいよね。短期のビザはね短期なんだけど1年とか、ビザは短期な1年とか3年とかの短期なんだけど、結局雇う側からしたら3年ぐらいは働いてもらいたいと思うのね、多分ね。だからでも3年ぐらい働くのって今の状態だと雇ってるとこもないかもしれないよね。ほぼどんどんお店なんか潰れてってるから。なるさん、働くいいねって働くところは今んとこないと思うけど、多分3ヶ月ぐらいは楽しいんだよね。楽しかったりするのよ。でその後になると結構いろんな不便を感じてきてストレスになってくるっていう感じがあると思うのね。何かが足りないとか、3ヶ月ぐらいって仕事にね一番頑張ってもらいたい時期なんだけど、でも働きに来た若い子なんかは一番やっぱり来たらすぐ遊びたいでしょ。遊びたいと思うのね。だからちょっとねどうかな、その人によるよね、やっぱりね。人によると思う。なるさん、1ヶ月でいいかなって。1ヶ月じゃ、だから1ヶ月とかじゃ雇えないのよ。アルバイトっていうシステムじゃないからさ。1ヶ月ぐらいだとスナックのバイトとかね、そういうのならまだしもそういうのがないのよね。そういうのがないから、そういうところがないし、1年かな、1年から3年1年から3年って書いてあったな、ビザが CW っていうの CW1 っていうのは1年、 H1 っていう H2 っていうのか、 H2 が
1年から3年って書いてあったから1年から3年って書いてあったからそれがねやっぱビザ取って3ヶ月とかで辞められて帰られちゃうのも困っちゃうしやっぱり困っちゃうよね。3ヶ月とかでしょいってやめて帰られちゃったら。ストーリーさん、ダイビングの仕事はないですかね。お客さんいないからね、観光客の人がいないから難しいと思うけどね。韓国のダイビング会社ならあるかもしれないけど、それでも人いるもんな。今はどこもストーリーさんはダイバーさんなのかな。昔はねダイビングのインストラクターになるためにここで結構こうトレーニングして3ヶ月とかトレーニングしてダイビングインストラクターになってっていうような人もいっぱいいたけどね。あの頃本当にそういう人がいっぱいいた。今いないよね。今若者の中でダイビングって流行ってんのかな。あんまり流行ってるっていうあれがないよね。流行ってるっていう印象がない。昔は映画かなんかでこう爆発的になったんだけど、ライセンスとかね取ってなんか取るのに3ヶ月ぐらいとかでほらダイブマスターとか取ってインストラクターになるとかっていう時期をサイパンで過ごしたりして、そのままサイパンで働くっていう人はいたけどね、いっぱいね。免許は持っていますが免許は持っていますがなんだろう免許は持っていますが何ですかね。何ですか。免許は持っていますがで終わりか。終わり。終わり。そこで終わっちゃうんだ。そこで終わっちゃう。ダイビングでね仕事とかは今厳しいかなと思う。今は結構サイパン側としてはネットで仕事する人とかそういう人がステイするのを求めてるんだと思うんだけど、でもねこんなネット環境悪いのにちょっと無理だと思うけどねトレーダーさんとか
りにくいと思うよね、まだね。ずーっと持ったままいる人ならいいと思うけど、ちょこちょこスキャルピングとかやる人には不向きもいいとこかな。なるさん、私も持ってるよね。なんだっけ、なんていう免許だっけね。オープンウォーターか。オープンウォーターね、持ってんだよね。免許オープンウォーターとかじゃないよね、ストーリーさん。なんだっけ、ここでこう育ちながらインストラクターになりたいとかっていう人は若者でね、昔はいっぱいいたんだけどね、今はいないね。あんまり見ない。韓国ではどうなんだろうな。でも韓国のショップに行くと若い女の子も若い男の子もいるんだけどね。日本のショップは今は若者はいないね。お客さんは分かんないけど、お客さんは若い人がいるのかもしれないけど、どうなのかなって思いますね。日本ではどうなの？さっきも聞いたけど、日本ではこうダイビング若い子いっぱいいたりするのかな。誰か答えて。さっきも聞いたけど。なるさんは日本ではどうですかね。日本もストーリーさん、日本もあまりいないかと思います。いない？あんまり聞かないよね。ダイビングがすごいブームだとかなんとかだっていう、年齢層だんだん高くなってるのかもしれないけど、ストーリーさんはおいくつぐらいの人なのかな。ストーリーさん歯が痛くなってきたよ、また。この間治療したとこがね、歯の治療したとこがね、まだね産むんですよね。産んでる、歯茎が産んじゃってて、ちょっと痛いなって感じがするんですよね。薬飲んでんだけどな、効かないな。痛い。何これ。今ちょっとネットニュース、日本のネットニュースかな、 X でピョンってなんか流れてきたのに、何、国分太一くん活動休止？なんで？どうした？どうしたの？松岡くんも謝罪とか、なんかやった？松岡くんはね、昔 2,3 回お店に来てくれたんですよね。
どっかで出会って、であそこでお店やってるんだなんて言ったら来てくれて、で何回か来て、で多分こっちのお付きの人が止めたかなんかだと思うんですけど、それから来なくなっちゃったのかな。来てましたね、松岡君ね。どうした？なんで？何？何があった？何があった？何？ストーリーさんパワハラモラハラかな。今出てきたのに消えたぞ、ツイッターの北部太一。文春になってる。何があったの？いじめってどうなの？パワハラ、セクハラ？なんか芸能人っていうか、なんか国分太一くんにもう降りてほしい時期だったのかな。そんな普通のことぐらいしかやってないんじゃないの？そんなことないの？文春法が出てるね。情報閉鎖がうますぎるなという感想とか書いてある。松岡さんを松岡君をいかにバカにするかという意地悪をしてたとか書いてある。松岡君をいじめてたの？そんな、なんかなんていうの、こういうのもうそろ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 この人は変わってほしいからって言って、なんていうの、こういうの、なんていうの、こういうの、もうこの人はもういいやって、まっちゃんだっけ、ダウンタウンのまっちゃんとかもこう排除された時みたいに、アンダルさん世代交代、それだ、それじゃないの？なるさんありがとうございます。なんだっけ、こういうの言っちゃいけないんだっけ。こんなのちょっとなんか怪しい感じだけど、世代交代のあれなんじゃないの？違うのかな。もう散々ね、テレビ出て次の時代の人になってほしいからと。だって
トシちゃんの時もそんな感じじゃなかったっけ？トシちゃん、マッチトシちゃん、誰だっけ、タノキントリオとかで、次の時代がなんだっけ、もっくんとか。だからああいうペースで出てるならいいけど、もう国分太一くんなんてずっと出っ放しだから、あの席をこう誰かに譲るとか、そんな感じなんじゃないの？違うのかな。いやー、TOKIO 解散なの？うわー、解散なんだ。知らなかった。もう3日、昨日とか一昨日の話したのこれ。あ、そう。知らなかった。でもね、この世代交代だよね、こんなのきっとね。違う？さっきなんか芸能関係のなんか他にも見たような気がするんだけど、なんだろう、誰だったかな。ちょっとって思ったのがあったけど忘れちゃった。気にはなったけどすぐ忘れてしまった。誰だったんだろう。なんかなかったかな。さっきニュースをパッと見た時にあったんだけどな。こんな国分太一くんのことなんて出てなかったんだけどな。今初めて知った。トレンドを見てみればいいの。トレンドには出てないんですね。トレンドには私の分かるような言葉が何一つない。TOKIO のこともトレンドには載ってないんだ。載ってないのに、私のツイッターにはこうペロンっておすすめみたいので来たわよ。なんでかしら。ああ、痛い。歯茎が痛いのこれ。歯茎が痛いな、なんだろ歯茎が痛いですね。なんか歯医者に行きましょうね。歯医者に行ってるんですけどね、明日歯医者に行こうかなって。明日はダメか。歯医者行ってるんですけどね、なんかこっちではこの奥歯なんですよ。奥歯から2本目詰め物ができないとか言われて、詰められる場所にないから抜いてくださいって言われたんだけど、ちょっと私抜くのは嫌ですって言って、事情があってっていうことを言って、抜くなんてね、あんまり日本じゃ歯を抜くってあんまり聞かなくないですか？歯を抜くってことあります？あんまりなんか、これは抜いた方がいいですねって言われるってあんまりないと思うんだけど、昔ね、下の奥歯を抜こうかって言われたことがあったな。でも未だに抜かないでそれは済んでるんだけど、
違う場所なんだよね。痛いな。またほっぺの方まで痛くなってきちゃったな。カジノもそういう状態なんで、どこがなんでなんでなのか、どこがどう止めてんのかがよくわかんない状態ですよね。でも TPL が、政府がとりあえずサインをしないことには新しいカジノ屋さんも動けないし、もちろんだってお金を払わなきゃいけないわけだからね。でも政府がとにかく動かなきゃ、これ裁判官がもう裁判やめたって、今の11っていう裁判はやめます、チャプター11はやめますって言って7にされちゃったら、そっちを狙ってるっていうね、そういうところも考えちゃうよね。なんかで違う人がもういて、そっちに売るなんていうことも考えるよね。あまりにも政府がサインを書かなすぎるんだよね。信用できないとか信用できるとかいう問題じゃないよね。サイパン政府が信用ならぬってことになっちゃうね。こんなんじゃビジネス一緒にやりたくないって思うよね。本当私のことだって何にも進んでないもん。12年前の事件はもちろんのことだけど、それも全然進んでないし、知事が去年一昨年か動き始めてくれたと思って、今回は動いてくれると思ってちょっと信用してたけど、でこの間お祭りの時もね言ったけど、強盗のことさえ、去年の強盗のことさえ動かない、何も動かないで、変な不審人物は来るし、本当おかしなことになってるよね。本当変だと思うんだけどね。この文章本当のことでしょうか。どの文章かな。どの文章、カジノのこの今日のお話ってことかな。今日のお話は、推測も憶測もありますよね。もちろんどういうことなのかさっぱりわかんないんで、 DPL がちゃんとサインをして進めてくれればね、話が早いっていうか進むんじゃないかなと思うんだけど、だって裁判所も動けないし、DPL が動かないと裁判所も動けない、キングさんも動けない。じゃあどうすんのって話だよね。
チャプター7っていうのになったら政府裁判所の下にいるなんか生産人みたいな人がさっさとこう物を売ったりしちゃって、もともと IPI のものを売ったりしてお金を作って、もしかしたらだから利権絡みっていう可能性もあるよね。可能性としてはね。わかんないよね。本当にわかんない。本当にわかんないんですよね、それはね。なるさん、不透明。そう、その通りでございますね。本当に不透明ですね。海は綺麗なのにね。痛いな、浜。歯が痛いです。不透明、海は綺麗なのにね、本当に不透明ですよね。ストーリーさん、いや、そこではなくて、どこかな。ちょっとお待ちください。水飲みます。どこかな。どこでしょう。今日ね、あれ、どうやって打つんだっけ。これか。これか。違う。これじゃない。どこ入れちゃったかな。これかな。これじゃない。これでもない。これか。どこ入れちゃったの、画像。どっかに画像を入れたんだけどな。どっか行っちゃった。あれね。これを削除しとこうかな。これか。違うか。これも違う。あれ違うな。あれ、画像がない。あれ、なおかつ動かなくなっちゃった。動いてる。あれ、動かなくなったよね。あれ、動いた。あれで動いてるか、これ。動いてるよ。いや、そこではなくてで、わかんないな。どこの話かな。何話したっけ、今日。また問題になっちゃったな。クイズだな、クイズ。何の話したっけ、今日。カジノの話とか。洪水。洪水の話かな。どの話かな。何の話かな。
話かな。何の話だっけ。洪水の話とカジノの話ぐらいしかしてないような気がするんだけどな。何の話でしょう。何の話なんだ。自己紹介、説明文の話。私のなんて書いてあったっけ。しょっちゅう最近書いてないね。最近何も書いてない。これは本当の話ですね。それはね、本当の話ですね。さっきもちょっと話したけど、何にも政府がやってくれないっていうのは本当の話ですね。事件にもされてないですね、これね。ストーリーさん入らない。またコメントが入らないってことかな。なんかね、文字によってワードによって入らないワードがあるみたいですよ。私は何も設定はしてないですけど、私は何もね設定はしてないんですけど、入らないワードがあるみたいで、勝手に弾かれちゃったりするみたいですね。いつも来ていただいてる方々がそういうことを言ってましたね。なんか入らないねワードがね、何個かあるみたいなんですよね。何個かっていうか、あるらしいんですよ。中国人って言ったわけじゃないのに、中国人っていうワードが入らないとか言ってましたよ。でもその後入ってたとも言ってたから、入らないワードになんかがとかつけると、何々がとかつけると入らないとか、そのワードだけなら入るとか、そんな感じでしたね。あれお姉さん、そうなんです。こんばんは。お姉さん、なるさん、そうなんですね。お姉さんがそうなんですと入ってきましたね。こんばんは。いつもありがとうございます。ね、お姉さん入んないんですよね、ワードがね。ワードがね、入らないのがあるらしいんで、それをね、書いてるとめんどくさいから、そのワードに「が」とか「は」とか「何々は」とかにすると入らないとかって言ってましたね。だから単体でこうコメントをくれるとかし
くれると、短くしてくれると、長く書いて入らないとそれ書いたの無駄になっちゃうから。皆さん、こんばんはって。遅かったですね。もしかして潜ってきてくれたのかな。潜ってました。潜ってる最中だったかな。潜っててくれたのかな。小分けに入れるとかしないと入らない時ある。なるほど、ストーリーさん、なるほどと。ね、なんか小分けにしてパンパン入れないと入らないっていう感じだそうですよ。だんだんみんなコメントが短くなってきたりしたもんね。外に天気見に行ったくらいからいます。本当に外にテラス見に行きました。さっき大雨って書いてあったから、大雨なんかうち降ってないなと思って、全然大雨な感じはしなかった。風はなんかビューンってこう昨日も今日もしてたけど、大雨っていう感じがしなかったんですよね。テラスがね、ちょっとゴミで草とかで枯れ葉とかでちょっと詰まってて、そこがちょっと水になってたぐらいで、大雨っていう感じではなかったですね。2行目からいます。2行目コメント2行目からありがとうございます。歯が痛いです。ストーリーさん、今度ゆっくり聞きますねえ、なんかちゃんとまだね、その話をちゃんと伝えるにはなんかね、文字でまだ書くにはまだしも、口で言ってるとまたね、あまりまた喋れなくなっちゃうから、なんかね、なんだろうな、あんまりね喋れなくなっちゃうから、そのうちちゃんとね喋りたいと思ってはいるんですけど、なるさ、プレッシャーとプレッシャートラウマ PTSD、そうそれ全部あるんでね。全部その辺がね追いかぶさってくる状態になっちゃうから、今度そのうちゆっくりそういうのお話ししていきたいと思うんですけど、普通に喋れる時が来るかなっていう感じはあるんですけど、
歯が痛いわ。なんだこれ。なんか歯茎の方までギュギュってきてますね今ね。ギュギュギュって感じで。ストーリーさん、なるほど。そうなんですよ。まだね、そのうちなるさん、ねさん、こんねさん、こんそのうちお話していきたいと思いますね。なるさん、こん深夜さんがまた来てないね。深夜さん、ナバルさんはもう寝たかなっていう感じですね。これね、どこがうねさん聞いてたのだと、裁判所 DPLIPI キングさん、まあキングさんは悪くないと思うんだけど、どこが止めてると思うこれ、裁判。どこが止めてるかね。私はもう DPL 土地だと思うんですよ。なんで進めたくないのかが全く分かんない。なんでだろうなと思うんですよね。全く分かんない。早く進めればホテルだって綺麗にね使えるんじゃないかと思うんだけど、観光客だって裁判長裁判長裁判長と思う。ストーリーさん、裁判っていうことはDPL っていうことになるんだよね。政府は裁判長は、連邦の裁判長なんですよ。ねえ、ちょっとね、私は、もう土地をね、もう DPL だと思うんですよね。土地リースのサインをしない、そこが進めないと思うんですけど、裁判長なんだ、うねさんは。ストーリーさん、裁判、どこなんだろうね、本当に。そういう詳しいことは書いてないんですよ。今日の新聞でもマリアナスバラエティさんでもまた同じことが、この間と同じようなことが書いてあって、この間私が上げた動画のなんだっけ、題名なんだったっけな、カジノって書いてあると思うんだけど、それの動画に上げたやつで書いたところからは何の進展もしてないんですよね、全く。でちょっとびっくりしたのが、新しいカジノ屋さんが頭金として225万ドル払ってるってことだよね。225万ドルへの金利とかはつくのかね。預けてて、4月ぐらいに正式に決まって、その頃に頭金を払ったのか、それにしたって1ヶ月ぐらい経っちゃってるのかもしれないし、金利
だけですごいよね。金利だけでもものすごい金利になるよね、1ヶ月。今のサイパンの魅力は何？ねさん、今のサイパンの魅力、海でしょ。海、綺麗な海、それしかないよね。もう政府と同じこと言うしかないね。自然が綺麗ですって。自然があって政府が言ってることはもう自然があって、なんだっけ、あと伝統って言ってるよね。どんな伝統、カヌーとかの伝統は本当いいと思うんだけど、ああいうのを復活させるとかいうのはまあいいと思うんだけど、目玉にはならないよね。だけどもう海しかないでしょ、梅さん。だってなんかある？だってもうね、おじさまたちがゴルフに来て夜騒いでっていうこともできない状態にあるし、自然と綺麗な海と治安の悪さお姉さんね、ほんと治安はやばいよね、本当に。毎日乗ってるし、毎日聞くもん、本当に。不老者、不老者なんか違うの。ホームレスが本当にいっぱいいる。本当にあれが怖い。あれがね、やっぱり治安の、まだあの人たち、ホームレスの人たちはたかりをするっていう感じだよね。あとは闇組織だよね、闇組織。絶対と言っていいほどいるんじゃないかと私は思うんだよね、闇組織。絶対いると思うんだよ。前にだって本当にこれが欲しいって言ったら、そういうやつに頼むと買えるんだよとかって言ってた人がいたもん。その人たちが盗んできてその人に売りに行くって言ってたのを私は本当に聞いてるし、直に聞いてたし、ああいうのをね、この狭い島の中で摘発できないっていうのがやっぱり、あっちもこっちも親戚だからでしょ、きっと。だって私の状態だって強盗の犯人らしき人がサブランで、刑事さんもサブランでって、ほんと同じ名前ばっかり出てきてもどれが何だか分かんなかったからね。何を説明されてるのか。強盗も前の強盗と今回の強盗とか犯人が一緒の名前でも違う人だったり、どこの世界にもあるのかしらあるのかしらね。ストーリーさんほんとね、なんかね、もう話聞いてて、英語の中で話聞いてるから同じ名前ばっかり出てくるから、意味がっていうかもうね、混乱する。混乱してきちゃうよね、話聞いてて。何言ってんのって感じになっちゃうね。
もう一回初めから話してって言いたくなっちゃう。誰が誰っていう、それはどの刑事さんがその名前なのとかさ、もう意味がわからない。だから遠い親戚だったりするのかもしれないし、そういうとこはわかんないよね。日本でもほら田中さんがいっぱいいたり斉藤さんがいっぱいいたりするわけじゃない、ある地方に行けば。なるさん、海かなって、海かなってねえ、マニャガハモだって、昨日か一昨日のうねさん兄弟だなってね、そう分かんないからね、本当にね。昨日か一昨日の新聞にはマニャガハ島が臭くてたまんないっていう、鳥の糞でたまんないって書いてあったのに、今度はなんか違う人は政府の人なんだかなんだかよくわかんないけど、違う人の発表っていうか意見では、子供たちが鳥の巣に赤ちゃんがいるのを見て、そういうのも学べるからいいところだとかって言ってるし、もうどんなんじゃと思って。チャモロ5人兄弟とかザラじゃないですか。ザラだと思う。5人とか、3人は普通にいるよね、みんなね。日本だと今3人以上の兄弟の人ってあんまりいないでしょ。2人ぐらいが普通になってきちゃってる。一人っ子も多いか。5人とかザラだもんね。4人5人いるのがね、すごいよね。それを育てていけちゃうんだからさ、すごいことだと思うんだけど、日本は少子化子供いなくてね、困っちゃってんのにね。サイパンはいっぱいいるよね、本当に。その子供たちもね、結婚したりするの早いしね。この間もお子さんが14歳とか14歳で、お母さんがまたすごい若い人だったっていう記憶があるな。17歳ぐらいの時に産んでるんだっていう。うちのスタッフの子でもやっぱ17歳ぐらいで産んでたからね、子供。早いなって思ったよね。17歳とか18歳で子供を産んで育てちゃうっていうかね。だからそっから何年かに1回うねさん、私も何5人兄弟17歳とか、そううねさん17歳、早いんですよ、本当に。ね、もう子供が子供産んじゃう状態だからね。
早かったんだ。お姉さんも早かったの？結婚して子供を作るの？ストーリーさん、子供ですよね。子供ですね、17歳。姉さんいくつで、いくつで産んだんじゃなくて作ったんで、作ったのかな。いくつで作ったんだろうな。ストーリーさん、南国なんですねって。そうそうそう、南国なんですねなんですよ。南国ってほら、子供多いとこ多いじゃないですか。そんな感じ。私は50前でなるさんよりでかい子いますよ。ああ、早いね。早い早い。28歳より大きい子がいるんだ。早いわ。それは早いよ。それ早いよ。すごいな、それは。早い早い。早い方だよね。男の子で、男の子じゃないけど男の人で、それは早いかもしれない。今時さんはね、結構、ま、都内の子なんかは遅いもんね。30、40とか、男の子だといつまでも結婚しないっていう人多いらしいしね。女の子でもそうなんじゃない？昔だったらね、息子30超えてますから。そうなんだ、すごいね。サイパンコさんになった。そうなんだね。そうなんだね。ストーリーさん、また入らない。入らなかった。何を打とうとしたのかなって聞いても無理だよね。入らなかったんだもんね。息子30超えてますから。早いな。10代の子供サイパンコさん、うねさん、やりなんとかって。ちょっとね、10代の頃の子供ってことだよね。早いわ、それは。それは早い早い。それは早いよね。10代の子で何人いるんだろう。ダメダメ、にゃにゃごめんね。にゃごめん。なんだろう、ご飯あげたのにな。姉さん何人子供いるんだろうね。そんなこんなんでこんな人間になってます。
早いよね。でも早くてもうね、お子さんが大きいとかいう問題じゃないよね。なるさんベテランパパ、ベテランパパだよね。歯が痛い。なんか歯が痛いです。ぐしぐしと。2プラス 1？ 男の子2、女の子1ってこと？女の子に男の子1かな。ね、お子さんいるといいよね。でもね、年取ってからいいよなって感じると思うんだけどね、一人ぐらいいればよかったなとか思いますよね。まあ育ててこれる自信はなかったけどでもいいよね。歯が痛いです。なんか歯が痛い、本当に痛いので、歯茎が痛い。頬までちょっと来てる。よくないなこれ。治療がねまだ途中っていうかね、そのまま途中のまんまなんで、痛み止めを飲むからしょうがない。なんか痛いからちょっとそんなこんなんで今日はちょっと寝ようかなっていうか横になろうかな。歯が痛いです。やらなきゃいけないこともあるのに、こんなに痛くなるまで薬を飲まないでいたのが失敗だったな。なんかすいません、今日はちょっと早い？どんだけした？早いかな。何分したってどこに出るんだっけ。今スタジオ YouTube を見てるけどわかんないわ。痛い。今日はちょっと早めに終了しようかな。姉さんありがとう。大事にお大事にありがとうございます。ありがとうございますですね。本当歯が痛いです。なんかこれはよろしくない、本当に。もっとね痛くなる前に本当に薬飲むべきだった。歯医者にありがとうございます。ありがとうございます。ストーリーさん、なるさん、サイパンコさんうねさん、ナバルさん、皆さんありがとうございます。今日はちょっとね痛くなる前に飲むべきでした、薬を。ちょっと痛いです。ということで、また明日よろしくお願いいたします。うねさん早く出てきてね、もう寂しいからね。歯が痛い。歯茎が痛いな。歯じゃないんだよなこれな。ということですいません。どこだっけ、これか。失礼いたします。すいません。明日です。よろしくお願いします。なんだっけ、
よかったら皆さん立って、ストーリーさん歯医者に、はい、皆さん立って、ありがとうございます。すいません。よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、また明日失礼いたします。終了。